東方より、はい、その朝乃山です。膝にこのご覧の通り大きなサポーターをしています。ちょっと重装備ではあるんですが、それだけ大きな怪我だったという。そうですね。はい。さあ今日は竜電戦になりますが、竜電はここまで1勝3敗、初日に反則で勝ちが転がり込んできたという感じなんですが、その後3連敗、あまり元気がありません。さあ5日目幕内最初の取り組みです。ちょっと早く仕掛けてしまいました竜電。ありになりましたが、さあ立ち合いのやり直し。さあかち上げにいった竜電です。朝山がねじ込もうとする、左が入りました。右も入りました。もろ差し、朝乃山が打って寄り切りました。落ち着いて勝利を手にしました朝乃山です。やはり力がありますね、朝乃山ね。竜電は右からかち上げにそうですね。たんですね。立ち合い、はい。立ち合いからの流れ、どうでしょう、朝乃山の相撲は。竜電がやっぱりこの朝乃山の左の、上手回し取る下手を嫌がって右をちょっと締めていきましたよね。でそれをやっぱ朝乃山が強引にねじ込んで、で右も差して、それがやっぱ一つの目標でもあったし、次はその結びの一番で何とかして勝ってやろうとか、そういうのはありましたね。さあ土俵上の初山ですが、その憧れの力士との対戦となりますが、ここまで初日から4連敗、なかなか自分の相撲が取れてないという印象ですかね。さあ得意の突きが出るでしょうか。お差しに行きました初山。出ていくのは御嶽海、寄り切りました。憧れの先輩の壁に跳ね返されました初山です。初山は突き押しを得意にしていますが、今日は差しに行きました。いつもと今この土俵、なかなか自分の力が出せない力士も見られますが、いますけど、やっぱりここに上がった以上、落ちても十両ですから。そうですね。関取ですから。という獅司に対して欧勝海、こちらも好調、3勝1敗できています。幕内の2場所目、先場所は7勝8敗と負け越しましたが踏みとどまりました。2場所もだいぶ慣れてきたんじゃないでしょうかね、幕内。そうですね、もう慣れてると思います。体もよく動いて速い動きが目立ちます欧勝海です。この両者の対戦は過去5回ありまして、獅司が3勝、欧勝海2勝。差しに行く欧勝海、右が入りました。右をねじ込む獅司、まわしを探ります。抱えて無理やり出ていく獅司、それを下手投げ逆転。欧勝海勝ちました。1敗を守りました。獅司は強引でしたが、これうまく振られる土俵際で、中に入ろうという欧勝海へ右が入りました。下手を引きました。これ絞りは左ですか。そうです。いや、あのままもっとかいなを返して、ちょっと絞りがやっぱ欧勝海の絞りで重量上がれば貫禄が出るというか、体の厚みがすごい出てるなっていうのは見てて感じますね。それとともに実力も上昇していく。得意なはたきがなかなか決まっていません。2日目勝ちましたが、この時もかなり土俵際俵に足が残っていて勝利を掴んだんですが、まだ波に乗れていない友風です。友風はず、押していく友風、右ののど輪、朝白龍残します。友風押す、まだ引かない。友風が右のど輪で押していく。
友風押すにこだわりました。押し出しました友風です。今日は全く引きませんでした。いい時の友風の相撲ですね。友風が、はい、素晴らしい内容だったと思います。はい、そうですね、はい、ついついこのどこで引くんだろうという攻めもせんし、はいっていう感じのなんか相撲内容で、そこはこう友風が出たのが良かったですね。朝白龍としては引いたところついていこうぐらいの感じで待っていた。多分そんな感じだと思うんですね、この内容を見たら。はい、ところが今日は友風全く引きませんでした。でかいですね、やっぱり。親方もだいぶ現役中は筋力トレーニングしたと思うんですが、ここはやっぱりこう僕がちょうど上がった時は、はい、ヨーロッパのバルト関とか、はい、古東主関今になるというかとか、本当に規格外の今まで対戦したことない大きさの力士がいたんで、はい、そのためにその人らに立ち向かうためのトレーニングをしてやってました。はい、どの筋肉を鍛えるんですか。そういう、やっぱ相撲は下半身ですよね。さあ時間です。横に動いた朝紅龍。朝紅龍が右の喉輪から攻めていく。受け止めて流した回り込んだ。送り出し翠富士勝ちました。前半は朝紅龍の流れでしたが、ちょっと強引な感じがありました。目まぐるしい内容でしたね。はい、小兵の同士ならではという動きの速さでしょう。残れだと思いますね。はい、そこはちょっと入ってるか入ってないかで全然違うわけですね。やっぱこの右の、この人肩すかしもうまいし、全部右から打ちますから、はい、やっぱこの右の使い方うまいですよね。はいはい、そして後ろに回り込みました。動きの速さがあります錦富士です。そして前にも出ています。一時期は、足首の怪我あるいは首の怪我ということで苦労していた時期があったんですが、一気に駆け上がった時のような相撲を取り戻してほしい錦富士です。翔猿錦富士、これが6回目の対戦となります。過去は翔猿が3勝、錦富士2勝です。ついていった錦富士、ついて引いて、さあ突っ張ります。突っ張り続ける、こらえた翔猿、しかし休まない錦富士、押し切りました錦富士です。勝った後一つうなずきました。納得の相撲でした。そして翔猿は土俵下に転落して少し起き上がるのに時間がかかりました。こう出れば、はい、これも我慢して押してますよね。もっとこうはたいたりいなしたり、はい、しようと思った瞬間もあったけど、もう構わず出ますよね。押し続けるのも我慢なんですね。そうですそうです、はい、こういう相撲が出ればね、明日からまた3勝12敗5勝10敗と大きな負けが続いて番付を西の12枚目、この地位だとやはり阿炎のでも本人はいっぱいいっぱいやとそんな余裕なんかないと思うんですけど、あんまりそういうことは関係ないんですかね。もともとね、実力もありますし、いい感じで来てるんじゃないですかね。軍配返りました。千代翔馬、阿炎です。さあ阿炎の突き、そして千代翔馬にはいろんな立ち合いがありますが、今日はどういう選択をするでしょう。差しにいった、出ていく千代翔馬、千代翔馬攻勢、突き落としに行く阿炎、はたきが決まった。千代翔馬の流れに見えましたが、阿炎よく回り込みました。大丈夫でしょうか、千代翔馬、なかなか立てません。どうですかね、腰ですかね。今千代翔馬がしっかりと白星を手にしました。やっぱこの内容見たら千代翔馬の立ち合いも良かったし、はい、これも千代翔馬はやっぱりこう、前どんどん出てますから、そうですね、勝ちパターンじゃ勝ちパターンなんですけど、はい、これがやっぱ体動いてる4連勝してる阿炎、ちょっと寂しい。そうですね、ぜひ作ってもらいたいですね。振りはこういう方をどなたか作っていただくというのでよろしくお願いします。さあ今場所ここまで2勝2敗できている両者、時疾風が
まあ小柄なんですがうまく相撲を取っています。力強いですよね、相撲もうまいし、はい、そしてローガが2勝2敗できています。こちらも実力者です。さあ軍配返っています。差しにいった時早手2本狙って2本入ったか、右四つになった。米太郎が上手を引いています。上手を引き直しました。がっちり引いたろうが頭をつけようとする。それでも時早手出ていく。時早手が前に出る、寄り切りました。安間が勝った時早手、先手で勝負を決めました。まあ差しにいって最終的に2本差したという、はい、時早手の相撲いかがですか。まあローが1回残しましたけど、ローガも投げが打ちたかったりこうちょっとずらしたかったんでしょうけど、はい、打てなかったですね。ローガよく残しましたね。残しました、はい、ただここからローガも攻めきれずに、この時早手の右の下手の強い、時早手のこの右の下手の勝負回です。初日2日は敗れましたが、昨日おとといローガ錦富士を破っています。この琴勝峰も波に乗るといい連勝できる力士ですよね。そうですね、波のが結構ありますよね。ムラがあるというか、はい、さあどちらが明日につながるような勢いになる相撲を取れるでしょうか。両者頭から前みつを引いた琴勝峰、構わず5年を出ていった。最後はもつれた。軍配琴勝峰。物言いはつきません。豪ノ山、今日もあと一歩が出ませんでした。琴勝峰のこの表情からはあまり納得の相撲ではなかったようなんです。決まり手首投げです。首抱えてますね。もう背中向けてたんで、胸から来てくれるんで当たりやすそうには見えるけど、その後が、下から起こされちゃうんですね。そうですね、はい、ただ藤ノ川もそれを根こそぎ持っていこうかというそんな気合がほとばしる、藤ノ川です。さあ3度目の対戦となります。過去はともに正代が勝っています。足元の砂を払ってうっと腰を下ろす藤ノ川、両手をつきました。横に動いた藤ノ川、出ていく正代。さあそこから突き上げていく、対応する正代だが押し出した。よく考えた藤ノ川、今日も下から押し上げました。ちょっと意外な立ち合いでしたが、その後下から攻めていきました。そうですね、はい、いいはずというか、正代の高さで合わせて相撲を取ってますね。あんまりこう頭下げ、相手に力を出させないような相撲を取れていた、上手でした。立ち合いがちょっとね、横に動いたんで、そうですね、親と思いましたが、そこからが藤ノ川らしい攻めです。こう金峰山は波に乗れていません。欧勝馬は場所後に、結婚披露宴を控えても、じゃあなおさら何か気合入るというか、それも原動力になってますか。絶対なってると思います、なってますか。そうです。披露するんですから、もう大勝ちして堂々と、いい成績でやっぱり胸張って、そうですよね、やりたいと思います。欧勝馬、金峰山軍配返りました。攻めていく欧勝馬、上手を引きました。上手出し投げ、欧勝馬です。金峰山の突きには動じませんでした欧勝馬です。いや、力強いですね。全然あれですね、金峰山の突きを、
受けてたけど全然下がらなかったですね。そうですね。はい。ちょっと一瞬なんか立ち合いタグったようにああ、ここ右で少し手繰ろうとずらしたんですかね。はい。ここで勝負審判の交代であります。そして上手を引いての上手出し投げ。ああ、そうですか。稽古は十分ですよ。はい。その両横綱が部屋に来るというのはやはりこう平戸海の存在があってこそという。じゃないですかね。はい。はい。さあ今日は美ノ海戦です。美ノ海が初日2日連勝の後3日目4日目と連敗しています。低い攻めは相変わらずいいものがあります美ノ海。大野勝熱海富士と重い相手に攻めきれなかった昨日おとといの取り組みでした。平戸海美ノ海です。過去平戸海8勝美ノ海3勝。両者頭から右が入った相手を起こしました平戸海。がぶって出ていく、寄り切りました。素晴らしい内容で勝ちました平戸海です。今日はいい内容でした。そうですね。もう十分回しも引いて右も綺麗に刺さりましたし、はい、相手ながら、はい、手首だけじゃなくてこうもう肘から、もうかいな返ってますからこれで、はい、相手の回しもちょっと探りましたけど、もう平戸海の腰も降りてるし、回しの高さ全然違いますね。そうですね。あんま目が良くないんで、なるほど。あんま遠くの人は見えなかったですね。はい、このアベマですと観客席にいる芸能人探しみたいなのを、ね、やったりするんですが、はい、今日はなかなかお見かけしないようです。まだ序盤ですから、星が上がってなくてもこれから体が動いてこれば、はい、全然巻き返せるんで、気にしなくていいと思います。はい、はい、さあ圧力のある玉鷲大野勝がどう受け止めるでしょうか。そして玉鷲突き上げる、中に入った大野勝、2本入りました。寄り切りました大野勝です。いいきっかけになる相撲ですか。内容良かったですね。はい、はい、玉鷲の圧力に負けませんでした。そうですね。ちょっと今場所、星上がってなかったけど、はい、当たりは両者互角、玉鷲が突き上げましたが大野勝もよくうまく刺しましたね。はい、最後十分の形で、大事だと思います。はい、さあ宇良と熱海富士です。熱海富士が今場所場所前の計量195キロということでまた体が増えました。幕内最高体重は熱海富士。両者の対戦、宇良4勝熱海富士3勝。去年の名古屋が直近の対戦でこの時は肩透かしで宇良が勝っています。動きの宇良、圧力の熱海富士。抱えに行く熱海富士、右が入りましたがそれを抱えました熱海富士です。締めて出ていく、胸が合ってきた。右を覗かせて熱海富士攻勢、寄り切りました。うまく引っ張り込んで自分の相撲に押し込みました熱海富士です。もう花のついた手作りの横断幕、嬉しそうです。着していきましたね。はい、宇良は距離取りたかったんでしょうが、もうこれだけ引っ張り込まれてしまうと、左のこのやっぱ抱えが熱海富士強いんで、で右でどんどんこう揺さぶりながら近づいていきますよね。ここで宇良もどんどん腰がね伸びてきちゃってるんで、もう不利という感じしますが、はい、でもそれも武器にはなる、武器になってると思います。はい、さあそして吉野富士です。順調に番付を上げてきました。まだデビュー以来負け越しがないという吉野富士です。どこかで壁に当たりそうなものなんですが、この相撲を見てると壁に当たってないかもしれないですね。厳しい相撲を取りますもんね。はい、刺身もいいですし、さあ軍配入りました。
さあ押していくのが吉野富士だ。吉野富士押していく、中に入った、上手を引いた、寄り切りました。隙のない厳しい相撲で勝ちました吉野富士です。強いですねこの相撲見たらやっぱり強いですね。はい、内容だけ見たらうまいし、体の寄せ方、もう最後土俵寄り切った時なんかもう腰、一山本思わず天を仰ぎました。いや、これはもう楽しみな力士ですね、この先も。このなんか土俵のちょっとガブルっていうかこう揺さぶりで腰ぶつけていくじゃないですか、これがやっぱ強いんですよね。35歳の高安、ここまで3勝1敗です。高安が連日いい動きを見せています。そうですね、3日目は大栄翔、かいなひねり、そして昨日は白の富士を逆取ったり、ともに攻防の中での技の対戦です。連敗を止めたい若元春。目のところの汗を拭いました高安です。立ち上げ、突っ張っていく高安、若元春の逆襲、両者睨み合った、押し合いだった、押し出しました高安です。若元春に力を出させませんでした。序盤を4勝1敗で終えました高安です。関脇に番付をまた戻してきました高安。胸を合わせたくなかったですかね、常にこう腕を伸ばして突っ張って、距離取ってましたよね。若元春はやっぱりこう組みたかったんじゃないでしょうかね。ここなんかもね、我慢してついてますもんね、高安関が。絶対組まないぞと。そうですね、しっかり手も伸びていましたし、先場所が東の2枚目で11勝を挙げました霧島です。敢闘賞を受賞しています。大関に向けての足固めとしたい霧島です。そして王鵬は東の小結、先場所は関脇でした。7勝8敗、1つの負け越しで、番付を1つ落とすことによって新小結となった王鵬。ついていく王鵬だ。王鵬つく、霧島残す、下からあてがって残します。構わずつく王鵬、霧島残す、霧島も突き返す、下から押していく、引いた、王鵬勝った。額から血が出ています。霧島に土、王鵬がついてついて自分の流れで相撲を取りました。最後ははたき込んでいます。はたきというか決まりましたね。取組前に王鵬の一番いいところがこの突きだというお話がありましたが、これなんですね。やっぱこの突きですよ。四つよりこの突きにやっぱりこだわって、重みがあるんですよね、突きに一回一回の。霧島もよく耐えたんですが、逆襲したところを引きました。まだこれから勉強して身につけることがたくさんあるわけですもんね。いっぱいありますから、やっぱり時間がね、いろんな経験させてくれるんで。さあ、その中で今日対戦するのは大栄翔です。過去2度の対戦は突き出しとしてはたき込みで大栄翔が勝っています。大きな怪我がありました。ふくらはぎの筋肉を断裂するという大きな怪我をした大栄翔、番付を落としましたが、先場所10勝を挙げて今場所が東の4枚目。ただここまで1勝3敗です。さあ、月の大栄翔、低い青錦、踏み込んでいるのは青錦だ。中に入りました。2本入った。
右を深く差して低く出て寄り切りました。むしろ立ち合いの圧力で勝ちました大錦です。強くなっていますね。力をつけてるんですね。本当に大栄翔がね、ついていきましたけど、やっぱり状態は起きないですよね。起こさないためのなんでしょう、いいに決まってるんですけど、なかなかみんなできないじゃないですか。あれはこうそういう筋肉とかがあるんですか。いや、やっぱりこうね、若い人に胸出したりとか、相手を受ける、稽古を部屋ですごいやってるんじゃないですかね。受けの稽古。はい。相撲はね、攻めだけじゃなくてやっぱ受けも必要なんで、胸を出して受け止める、相撲で稽古でいったらぶつかり稽古とか、秋場所では突き落とし、そして名古屋場所では寄り切りと琴櫻3連勝中。いずれも白鵬富士の当たりをしっかりと受け止めての相撲です。気合が入ります。1年前、去年の初場所は琴櫻の綱取りが注目されまして、琴櫻が場所の主役でした。そこから1年、気合が乗ります。そして相撲に荒々しさが出てきました白鵬富士。初日2日連勝の後、3日目4日目は連敗。中に入ります。白鵬富士、引っ張り込んだ琴櫻、動きが止まります。琴櫻上手を探りますが、これを嫌います白鵬富士。足を飛ばした。挟みつけて出ていく白鵬富士が出ていく、寄り切りました。初めて琴櫻に勝ちました。そして琴櫻は首をひねりました。琴櫻にまわしを取らせずに白鵬富士がうまく相撲を取りました。よく相撲を知っているという話がありましたが、うまい相撲でした。そうですね、出るタイミング、相手にまわし取らせない、こういうかいなの返しとか、うまいですよね。ちょっとこうフェイントじゃないですけど、揺さぶって動き止まってるように見えて、決してこう完全に止まってるわけじゃないですね。そうですね。ちょっと右足飛ばしたり、体は決してね大きくないんですけど、こういう寄るところとか勝負どころはやっぱあんまり得意じゃない。そんなちょっとイメージありますね。そういった意味で隆の勝はあまりこう合気にしてはありません。ただ隆の勝自身が初日から今場所は4連敗、押し込んではいるんですが、いなしにばったりというところはありまして、なかなか白星につながっていません。先ほどコメント欄に隆の勝のお兄さんが来てるっていうコメントがありまして、すごいところを見ている人が世の中にいるんだなと驚きましたが、すごいですね。おそらく知り合いの方なんでしょうが、さあその隆の勝、そして連敗を避けたい大野里。突き上げる隆の勝、大野里下がりません。いました、泳いだ、もつれた、軍配は大野里。物言いはつきません。場内このどよめきです。大野里の足が残っていたということですね。決まり手突き落としです。さあこれでいなしで泳ぎました大野里です。さあ足が残っていたということですが、右足が残って飛んで、左足は俵の上残っています。左足が完全に残っていますので、隆の勝がばったり手をついたのがこれが敗因ということなんですが、しかしよく残りました。
ちょっとこのいなしでね体を泳ぎましたけど、残ってますね。行司もそして審判もよく見えてるんですね。すごいですね。はい大里も右足が浮いた後左足があそこで俵の上に乗るんですね。数センチずれたらやっぱりそうですね、邪魔めんとこですから、とっさの運動神経ですよね、これは。体大きいですが運動神経の良さ、今日琴櫻敗れましたが青錦そして大野里が勝ちました。先場所はその豊昇龍そして青錦大野里で最後まで優勝争いを展開していました。青錦そして大野里が勝ったところを目の前で見ています。ですから豊昇龍もそれについていって横綱としての初めての優勝を手にできるでしょうか。先に塩を巻いて若隆景、続いて豊昇龍。5日目結びの一番です。張り出し右が入った若隆景、上手を引いた、出ていた豊昇龍だ、寄り切りました。余裕があります。余裕の表情豊昇龍。若隆景が形を作ったように見えましたが出ていったのは豊昇龍でした。厳しい相撲でした。こういう相撲を見ますともう膝の痛みというのは全く全然気にならなかったですね。やっぱよく動けてるし、今場所は、懸賞金の数が過去最多となりましたが連日セカンドバッグのように抱えて立ち合い張り差し一旦若隆景攻めましたがちょっと上手、この上手が深かったですかね。もうちょっとこう浅いとこ取って、頭つけるぐらいのでよかったと思うんですけど、ちょっとこう深かったです。頭つけれなかったですね。今一瞬つけようとしたんですけど、そうですね。それをさせなかったのが豊昇龍の厳しい攻めだった。そう、一回ね上手取られてからの攻めが、あそこで一回止まっちゃうと、また形作られるんですけど、出ましたよね、ここで。そうですね。左手はどうなってるんですか。絞ってる、をつけてるんですか。ちょっと豊昇龍左が見えないので、なんともわからないんですが、でもそこも厳しい攻め厳しかった、ということなんですね。さあ両横綱勝ちました。そして青錦も勝ちました。おそらく先場所優勝争いしたこの3人が今場所も優勝争いを引っ張ることに。弓取式が幕下の上戸です。上戸自身も幕下上位ですから関取目指して頑張っているところです。弓取式が終わりまして本日の取組が終了しました。この後は振り分け親方が選ぶ今日の一番をたっぷりと振り返ります。